ガリュウです。今日はインタラクティブなリアルタイム天気予報送、皆様おなじみのウィンディのお話です。以前このチャンネルでもスマホやタブレットバージョンのウィンディの操作方法を紹介した動画をアップしましたけども、その前にウィンディとは何ぞやという方はですね、この動画を先にご覧になることをお勧めしたいと思います。で、今回お話しするのはそのウィンディの Apple Watch バージョンです。つい数ヶ月前に Web 版の Windy のページで Apple Watch 版のアプリがリリースされていることを知ってですね、即インストールしたんですよね。この Apple Watch 版の Windy を使ってこれはすごくいいなと思った機能があったのでですね、ちょっと紹介してみたいと思います。ちなみにですね、今回良かったと思ったのはオフショアで、しかも自分が船を操船している時に使って便利だと感じた機能ですので、船とは無縁の方はあまり興味が湧かない内容かもしれませんが、そこはご了承いただければと思います。はい、これがですね、Windy のデフォルトの文字盤になりますね。Apple Watch の画面のスクリーンショット動画は撮れないので、カメラの実写になります。少し見にくいかもしれませんけども、表示されているのは、今この Apple Watch がある場所の日時と5日分の天気予報、気温も含めてですね、表示されています。このアイコンをタップしたら、さらに細かい時系列の天気と気温の予報が表示されます。まだベータ版のコンテンツみたいですが、これは雨雲レーダーですね。現在地を中心とした現在の雨雲レーダーが表示されます。流図を回せばこのように拡大縮小ができるわけですが、現時点ではベータ版で時系列の予報とかは出ないようですね。僕が一番便利だと感じたのはこちらです。ウィンドフォーキャストですね。風予報。表示はこんな感じになりますが、これはどういう意味かというと、今自分が立っている、整体している場所から1時の方向から風が吹いているという意味です。そしてこの流図を回すと3時間おきの風の予報が表示されます。この予報モードにしたときに3本矢が現れるときがあるんですけども、これは3つの気象サービス、それぞれの風に関する予報を示しているわけです。その3つとは GFS アメリカの海洋大気象、 ECMWF はヨーロッパの中期予報センターですね。そしてメテオブルー、スイスの予報機関になります。それぞれ独自の予報を出してますんで、これから先の風向きに関しては意見が分かれがちで、結構三者三様のベクトルを示しがちなんですけども、当たり前かもしれませんけども、現在の風情報に関しては大体似た方向を示します。でもですね、これ今の画面はですね、現在の風情報なんですよね。時々このように意見が食い違う時があるんです。使ってるうちにですね、推しの予報センターができると思いますが、僕は ECMWF がいつも正しいような気がしております。あくまで僕はです。はい。でですね、この機能がなぜ便利かというと、例えばこれは、弟と嫁と僕とで3人でですね、レンタルボートで釣りに行った時の模様なんですけども、嫁と弟はこのようにボートの船尾にですね腰掛けて、ボートの後ろ側に向かって糸を出す釣りをさせていたんですね。これが2人にとって結構快適らしくて、この釣りをずっと1日やってました。この場合ですね、例えば狙っている魚礁やポイントの上をエンジンを切って自然に流して通過させ、なおかつこの2人が快適に釣りができるように、ラインがまっすぐ出るようにするには、ボートの真後ろに風を受ける必要があるわけですよね。もちろん潮の流れも多少関係してきますけども、まずは風が大事。例えばこの場合、ここが狙いのポイントだとすると、自然流しでこのポイントの真上を通過させるためには、自分を中心にしてですね、1時の方向から風が吹いているので、船尾を風に向け、かつこのポイントに通過させるには、この位置にこの方向で船をつければうまく流れるだろうなというイメージがつけやすいんですよね。実際この日はですね、潮の流れがあまり激しくなかったので、何度もブレークや魚礁を狙いましたけども、2人が出すラインがですね、船底に潜り込んだりですね、見当違いのところに行ったりすることなく、かつボートも見当違いのところを通過することもなかったです。
これはめったに操船しない下手くそな私にとってみたらですね、もう快挙なわけですよ。僕は基本的に進行方向に対してどちらから風が吹いてきているかが可視化できるのがすごくありがたかったんですよね。外気から閉ざされた船室ですね、そもそも走行中はどちらから風が吹いているのかっていうのはすごく分かりにくいんですけども、時計を見れば自分を中心にしてどっち側から風が吹いているのかが分かると。それだけではなく、舵を切ればウィンディの風の方向も同調して向きが変わってくれるんですよね。僕は魚探のナビでも進行方向を上に表示するようにしてますので、完全に風向きと海図が同調してくれるんですよ。スマホ版のウィンディでも風向きを表示することは可能なんですけども、これは北が上の画面固定になっているので、舵を切ってもずっと北側が上の表示になるんですよね。私と同じ悩みをお持ちの方、多分少ないと思うんですけども、今回の動画多分全然回らないと思うんですけども、これは僕はあまりにも感動したので動画にしてみたということでございます。ということで、現在地の風がどこから吹いているのかを知ることができる、とってもニッチな情報をお知らせいたしました。ちなみにですね、この日は魚礁という魚礁、ブレイクというブレイク、ポイントというポイントを全てうまく通せたにもかかわらず、釣果はほぼなくてですね、もう魚探とは全く関係ないところで、マゴチがポコポコっと釣れて終わったということだけ、ご報告して終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。これ上の段やね。よいしょ。ほらちゃんとこれでもしっかりつかめます。よかった、釣れて。